ハーベスティー、花だよ。新しい価格を見つけたのでここで撮ります。めちゃくちゃ逆光だからなんか見えなかったらごめんね。でもなんかなんかいい感じかもと思って。今日は私が一番大好きなクッキーを食べながらみんなとおしゃべりします。なのでみんなもなんかスナックとか紅茶とかなんかめっちゃ暑いんだけど、これは私の今日の紅茶。このねコップがめっちゃ可愛いの。見て、おばあちゃんからもらったんだけどめっちゃ可愛くて好き。これを飲みながら私の一番好きなクッキーを食べながらいろいろ話すので、皆さんも準備してください。こちらです。みんな知ってる？唇の色ないかも。まあいっか。中学校の時とかさ、化粧ダメでずっとこうやって唇を赤くさせてたけど、何てたのかわかんない。これはベンズクッキーっていうクッキー屋さんのすごい大きいチャンククッキーみたいな、アメリカンチャンククッキーみたいなやつで、私クッキーが本当に大好きで、クッキーの生地も好きだし、大きいクッキー、ソフトなクッキーが好きで、ガリッガリのやつよりはなんかジューシーなクッキーが好きなんだけど、これはそのクッキーなの。やばい、型崩れしそう。はい、こういうやつで、これがホワイトチョコで、やばい、めっちゃいい匂いする。これが本当に美味しすぎて、マジでこの店を見つけたら買ったんだけど、韓国にもあったし、イギリスの店なのかな、わかんないんだけど、日本で何店舗あるかもしれないんだけど、なんかこの店を見つけたら買ってて、でこれは1個390円くらいするの。なんかちょっと高いんだけど、私はこれが本当に大好きだから皆さんにシェアします。これさ、お皿に入れた方がいいよね。こういうパッケージなのめっちゃ可愛い。割れました。いただきます。見て、マジで美味しい。なんか半生みたいな感じ。ごめんね、断面見せちゃって。これでなんだろう、なんかチョコもホワイトチョコも美味しいし、私一時期ホワイトチョコにハマりすぎて、もう本当になんか信じらんないぐらい食べてた時期があるからホワイトチョコ大好きなんだけど、ホワイトチョコが好きな人はマジでこれ好きだと思う。美味しすぎてくれます。これ全部手作りらしくて、なんかなんだろう、コンビニとかに売ってない。本当にもうなんか手作りの味がするし、でも手作りってあんま作れない感じ。めっちゃおいしい。なんかさ、この前さテレビの CM を見てて、なんかキスマイだっけな、キスマイの玉森くんみたいな人が出てきたのね。私そのジャニーズ系は全然なんか大ハマりした経験はゼロなんだけど、今テイラーも好きなんだけど、めっちゃオタクって感じでもなくて、今普通に好きぐらいの気持ちで、安定に好きなんだけど、そう最近誰かを死ぬほど推すみたいなのは一旦してないんですけども、そのね、玉森くんがね、この前夢に出てきたのね。で私なんか夢に出てきた人ってさ、芸能人とかがたまに夢に出てきたりするとすごいさ気になっちゃうんだけど、これ思わない？玉森くんについてさ、全然個人的に何も知らないし、本当になんか顔は知ってるけど、でバラエティーでも見たことあるけど、どういう性格かとかもよく知らないし感じだったんだけど、この前なんか本当に突然夢に出てきてから意識してます。はいで本当になんかテレビでなんで夢に出てきたのか知らないんだけど、それ出てきて、で出てきてから、私の夢に出てきてからすぐテレビにね映ってたの。奇跡と思って。あと綾野剛も夢に出てきた。私友達と日本のドラマについて語る時期がね
なんか何週間に1回か来るんだけどでその友達と綾野剛について語り合ってたのね。綾野剛マジでやばいみたいな、典型的なイケメンじゃないけどでもなんかかっこいいよなみたいな、なんか魅力的だよねみたいな、なんか私たちヤンキードラマにハマってて、そうヤクザみたいなで地面師にも出てるじゃん今ネットフリックスで2位ぐらいの。そうでそれでなんか綾野剛が結局いいみたいな話をしてたら、綾野剛が夢に出てきて、それで綾野剛の作品もまた見出したりして、なんか夢に出てきた人気になるっていう、これあるあるじゃないって思ったからちょっと今言ってみた。どう？でもさ、なんか好きな人とかにさ、ちょっとなんかそういえば昨日夢に出てきたみたいな、私が言う側だとしたらその人のこと意識しなきゃ言わない気がするんだけど、わかんないけど、会話の流れなら言うかもだけど、なんかわざわざそういえばさ夢に出てきたよとか言わないじゃん。言うってことは気になってるってことなのかなとか思うんだけど、なんか夢に出てくるってさ結構ね、その人の頭侵略してるよね。だからそういう事件があった時はもう起きてすぐ友達に LINE する。やばい、あの人夢に出てきたんだよ。落としてんのかなこれ。マジで美味しい。本当に最高最高最高。私が最近借りた本を紹介いたします。小学校中学校の頃は読書タイムとかあるじゃん。だからそれで今強制的に読んでて、なんとなく好きみたいな。小学校の時はなんか心霊みたいなホラーみたいなのがめちゃくちゃ好きで流行ってたの。なんかみんな読んでたの。なんか怪談話みたいなやつと、怪談レストランのリプレイっていうドラマがマジでトラウマで、この前友達と一緒に見てやばいねみたいな、マジでこれよく流せたねみたいな。怪談レストランのアニメも面白いんだけど、怪談レストランの小説をなんかみんなで回しながら読んだりとかもしたし、あとギネスブックも読んでたし、なんだろうね、結構偏ってて変な本ばっか読んでて、ハリーポッターとか読んだことなくって、なんかよくわかんない本ばっか読んでたんだけど、あとなんだろう、なんかあとあれメールのなんだっけ、携帯小説横文字のやつ、あれも読んでた。そうなんか意味わかんない本ばっか読んでたんだけど、その時からちょっと本は好きで、でも中学校も読んでたし、なんか中学校なんか一瞬ぼっちみたいな時があって、その時は本当にずっと本読んでました。はい、なんか真面目だねとか言われてみたいになったけど、中学校の時も本読んでて、高校も読んでて、なんでだろうな、なんか別にそんな考えもせずに本読むのは面白いし没頭できるじゃん、その時間に。だからすごい好きで最近も読んでて、もう本当にみんなと一緒にその本を読んでなんか一緒に語り合いたいぐらい、結構なんかそういうのやりたい。あるじゃん、なんか本読み大会みたいなさ、そういうクラブとかあるじゃない。みんなも本読んでほしいなと思うし、本のいいところは没頭できる活字、なんかいろんな面白い単語も覚えられるし、その人なんかいろんな人の人生を体験できるのも楽しいし、単純になんか頭良くなりそうだしなんかね、いろんな職業見れるしね、とにかく楽しいの。自己啓発本みたいなやつも好きだけど、小説の方が好きで、前は自己啓発本とか結構読んでて意識高い系のふりしてたんだけど、なんか物語の方が普通に面白いと思ってそう最近好きで、最近の共通点を見つけたの。私ってどういう本が好きなんだろうって思ってたんだけど、私が好きな本って女性の作家さんが書く女性の気持ちや思考や生活にフォーカスした物語がすごい好きで、男性の作家さんと女性の作家さんで性別の書き方ってね違ってくると思うんだけど、共通点としては女性の作家さんだった私が好きなやつは。で、私が好きな人は山本文緒さん大好きです。本当にめちゃくちゃ繊細に書く、だし、なんか全てがリアルっていうか、なんかちゃんちゃんみたいな、ハッピーエンド、結婚して幸せみたいな感じで終わらないところが好きだし、なんか結婚がゴールじゃなくて結婚以降の生活を書いたりしてるのも好きだし、なんだろう、なんか 100% うまくいってない女性、どこか親近感を覚えるような女性を描いてる姿がすごく好きで、とっても繊細なの。だから別にその人に 100% 共感しなくても、こういう人生もあるんだなってすごく思えるし、こういう考え方もあるんだとか、なんかいろんな考え方
が見えてすごく好きなのと、金原ひとみさんは山本文乃さんよりもなんかちょっと非現実的っていうか、ちょっとドロドロしてる。ひとみさんはなんかドキドキしたい時に読む、なんかゾクゾクするって感じ、なんか本当にありえなくて、こんな物語めっちゃ不倫するじゃんみたいな、なんかめっちゃ浮気したりとか、すごいなんかドロドロしてるんだけど、すごく発見で面白くて好き。ヘビーのピアスとか金原ひとみさんで、私が今読んでる本はこれですね。テティスの逆鱗っていう、これ隠してるのは私本屋じゃなくて図書館で借りるのが好きで、そう別にそんななんか何回も読まない、読みたかったら買うけどあんま読まないし、なんかいろんな本読みたいし、図書館に行くのが結構好きなの。なんかいろんな本見れるから、そうマジで図書館に行くの本当おすすめ。この本が面白いかどうか知らないけど、美容整形の本で、美容整形に飲み込んだ末の恐ろしさみたいなもの、なんか美の追求について書いてる本で、私はそういうものに興味があるので、めちゃくちゃ熱いのね。で図書館ってさ2週間なので、これ2週間後に返さなきゃ2週間後までに読み終わらないといけないから、すごく緊張してます。でもこれ読み終わるまで頑張る。みんなのおすすめの作家さんね、聞いたの、ちょっとみんなにシェアしてみるね。すっごい教えてくれた。私のフォロワーの方にも本読むのが好きな子がいっぱいいて、すごく嬉しい。本は買ってますか、それとも借りてますかって書いてあったけど、私は借りてますね。吉本バナナさんのキッチン、これもね、吉本バナナさんのね本をね一回借りたんだけど、普通に読み終わらなくて読まずに返すっていう最悪なことをしたことはあります。三島由紀夫の潮騒は昔の日常と恋愛が丁寧に綴られています。三島由紀夫ってよく聞くけどさ、私読んだことないんだよね。なんか昔の話とか純文学とかは結構難しくてあんま手出さないんだけど、面白いのかな。メンタル強め美女白川さん好きです。メンタル強め美女白川さんは読んでて素敵な人になれる。連続で来てたので多分面白いんじゃないかな。山内まりこのあの子は貴族、あの子は貴族の映画本当に大好きなんだけど、あれめっちゃ好き。あの映画の雰囲気も。湊かなえの少女おすすめで、思春期の私にはめちゃくちゃ響きました。湊かなえさん、私小学校とか中学校の頃めっちゃ読んでたし、なんか恋愛でもなんか普通に殺人とかそういう系なんだけど、そうグロいじゃん。なんかあれがみんなハマってて、面白い。不易と流行の間っていう本、ファッション好きなら絶対面白いと思います。これ小説？何なんだろうこれは。綾瀬まるさんの本、多くの女性が抱いたものの言語化に至らなかったであろう感情が書いてあり、ご飯や生活の描写が豊かです。ご飯や生活の描写が豊かってめっちゃ素敵だね。なんかそういうさ、ちっちゃいなんか私たちが生活してて、なんかそこまで注目しないような、キャッチしないような描写とか感情とか、言語化するのが難しいような感情だったりを本を通して、こういうことだみたいな、ここに注目するんだとか、なんか私がこう感じてたのはこうだったのからかなっていう自分の感情の整理にもなるから面白い。それはすごい本の好きなとこ。好きな映画の原作見るの好き。わかる。でも私は映画を見てから原作を見るよりは、原作を見てからその原作検索したらドラマとか映画があって、待って最高みたいな、絶対見ますみたいなのが多い。これめっちゃ共感してくる人いるか分かんないけど、なんか本当に知らずに読むの。とりあえず映画とかをで原作を読んで、たまたまその原作と出会って、たまたまその本が人気作とかでめちゃくちゃドラマ化とか映画化とかされてたら最高と思ってっていう感じでさ。漫画は全然読まないんだよね。漫画はナナとバクマンっていう、でも私バクマンだけ全巻持ってて本当におかしいもの意味わかんないんだけど、バクマン知ってる？ジャンプで連載されてた漫画家を目指す主人公の話なんだけど、本当に面白かったの、あの漫画。だし映画も面白かったし、デスノートの作者が書いてる。見ないの私。おすすめあったら教えてほしい。でも夏の友人帳とか見てた。なんか昔カートゥーンネットワークとかディズニーチャンネルとかアニマックスだっけな、そういうなんか、BS みたいな地上波じゃないやつ、裏のちょっと名前わかんないんだけど、あれをねすごい見てて、この最後の一口を食べたくなさすぎる。
月の前半はなんか締め切りを出さなきゃいけない仕事があって、それをめっちゃやってて、で9月の半ばから10月今3日なんだけど、今ぐらいに増えて、もうマジで2週間ぐらい誰とも遊ばなかったの。でこの前ようやく友達と会って話したんだけど、その2週間結構ずっと一人で、なんかもうお家にまっすぐ帰って家でご飯を食べる生活を本当に2週間ぐらいずっとやってて、でなんか久しぶりに2週間ずっと家に帰るみたいな生活をして、自分で自分を隔離状態にさせたのね。そしたらなんかめちゃくちゃ集中できて、撮りたい動画もいっぱいあるし、みんなと話したいこともいっぱいあるし、なんだろう、なんかその YouTube 以外にも自分のやりたいこと売り込み行きたいなとも思ってるし、なんかとにかくなんかアイデアが止まらなすぎてやばいっていう感じだから、一人の時間ってマジで大切。なんかこれ私の動画って結構前に言ったことを何回も言ったりするんだけど、でもそれは私の人生で大事にしてる価値観がずっと変わらないっていうことで、それをみんなにもずっと伝えてるんだけど、そう、私の価値観をみんなにもシェアしたくて、日々なんかいろいろ考え変わっていくと思うけど、私のなんか固定の価値観ってあんま変わんなくって、そうでもとにかく、一人の時間を大切にした方がいいって私は思ってるんだけど、その一人の時間の大切さ、一人の時間で頭がクリエイティブになるっていうのをめっちゃ感じた、ここ2週間で。だから本当になんか何もやることが思い浮かばないとか、なんかやりたいことがないとか、なんだろう、なんか人と会うとめっちゃ気が散るのね。そう私人といるとその感情が揺れ動くし、なんかいろいろ考えないといけないから、人と会うのは悪いとは言ってないけど、一回集中したいと思ったらマジで人との関係を一旦遮断する時期も必要だと思うって私は思った。そうで、そう隔離されてめちゃくちゃ考えが研ぎ澄まされたってすごい思ったし、ね、本当に風がやばだからって言ってさ、私だからってよく言うけど、別にだからなんともない、だから何って感じだけど、特にないんだけど、とにかく一人の時間を進め。しかもこの前さ、インスタのアーカイブ見てたら、私もうすぐ活動して1年経つの。 YouTube 始めてあと2ヶ月ぐらいで。やばくない？1年私1年間何してたんだ、なんかほんと覚えてないって思ったんだけど、めっちゃ仕事してたわと思って、新しい仕事めっちゃ増えたわと思ってって考えたら、結構私それなりに頑張ってたんじゃないかなって思った。みんな1年前の自分と比べてなんか成長した点とか変わった点とかあった？私本当に変わった。いろいろ生活も変わったし、人付き合いも変わったし、生活スタイルも変わったし、すごい変わることが多かった。去年も思ってたんだけど、今年もやっぱり思ったから、来年も思うんじゃないかなって思う。なんか最近は新しい挑戦を1ヶ月に少なくとも1個はやろうって決めたの。これよくない？みんなもやってみてって思うんだけど、これは結構私的にすごいナイスなアイデアだなと思って、自分のさやってることが分かんなくなったりするとさ、停滞するじゃん、やることが。でなんか自分が何やってるかよく分かんなくなるのね。だけどなんか1ヶ月に1回なんか新しいことをすることで、なんかリフレッシュされる、自分が。別に何でもいいの、新しいこと。でもなんかその新しいことをやるって決めてやり遂げるっていうのがいいなって思って、私はそれをやることにしました。みんなもやってみて、よかったら。一個新しいことやるってさ、難しいように見えて絶対簡単じゃん。でもやろうって決めないとあんまやれないと思うから、意識してやらないとね。なんかふわふわ考えて生きてるのってマジでなんかどうすればいいか分かんなくなるって思った。私最近めっちゃふわふわしながら生きてたんだけど、でも自分の価値観を調節しなきゃ本当にふわふわしたまま、なんかやりたい、なんか自分が何やってるかもわからないまま、そういうので後悔絶対したくないから、今のうちになんかやらなきゃいけないこととか価値観の調節を
いつでもずっとするようにしてる。自分の価値観を調節するってマジ大事、思った。本当に強く思います。最近ブレてたんだけどね。でも立て直しました。なんか横澤夏子さんが結婚相談所に10年間通って、なんか計画的に結婚までの段取りを決めてやってたみたいなこと言ってて、今結婚して家庭を築いて結構幸せそうな感じなんだけど、なんか本当に頭いいっていうかすごすぎるっていうか、なんか生きるのが上手すぎるっていうか、もう本当に大尊敬って感じで、みんなってか、まあ私もそうなんだけど、なんかその自分の人生の計画とかしてる？まあ半分半分だと思うけど、私は結構してる方なのね。この何歳まで何やりたいとか、何歳まで何やって、だから今は何やるべきではないみたいなのをふわふわ考えてたけど、でも恋愛も結構なんかふわふわしてたらなんかまあ、恋愛と結婚は違うと思うけど、結婚はまあ私もしたいんだけど、結婚したいってなった時にさ、なんかふわふわ恋愛してたらさ、絶対結婚できないしさ、横澤夏子さんみたいな本当に結婚したくて婚活ガチ勢みたいな方も絶対いるじゃん。計画して、私はこういう人と出会いたいからこうするみたいな強い意志のもと動いてる方もいるわけで、理想だったらナチュラルになんか本屋で手が当たってパッて見たらめっちゃかっこいいくて、ですごい趣味も合いそうで話したらなんか運命かもみたいな、そういうナチュラルな出会い、ドラマとかでよく見ますよね。いや私の見てるドラマだけかもしれないんだけど、そういうナチュラルな出会いは求めてたけど、理想的には。でもなんかそんな結婚したいと思ってるのに、まあ、なんかどこから出会えたらいいなぐらいの軽い気持ちでいたら、なんか秒速で年月が過ぎそうだと思って、恋愛も計画が必要なのかなと思った。でも横澤夏子さんがすごすぎるっていうことっていうか、クッキー食べ終わりました。ごちそうさまです。美味しかったです。みんなおすすめです。クッキー、ああいうちゃんクッキーあったらマジで教えてほしい。なんか大人になると全員に心開いてもなんか本当にやばい人とかもいるだろうし、大人になってからの人間関係ってさ、選べるじゃん、人だから。私って新しい人と会うと結構ね話しすぎちゃうの。なんかいつもそういうのが終わってから家に帰ってお風呂に入ってる時とか寝る前とかに、私なんか余計な一言言っちゃったなとか、なんかここまで自分のこと開示する必要なかったなとか、なんかすごい後悔とかがあるの。もう別に取り返せないから今後悔しても別に遅いんだけど、でもなんかこれ言わなきゃよかったなとか、なんか言い過ぎちゃう、自分について。別に言わなくてもいいのになんか言い過ぎちゃうなと思うことがあって、自分を開示することで打ち解けるっていうのは正解だと思うけど、自分のことを余計に話しすぎるのは必要ないことだと思うからやりたくないんだよ。でもやっちゃったよこの前。別に後悔しても遅いけどあっちが何を考えてるかも別に私の問題ではないんだけどね。でも考えちゃう。そういうことを昨日の夜考えてました。もうすぐ飲み終わる。これもなんかこれさ浅いよね、いつも思ってるんだけど。そういえばネイルした。これ可愛くない？赤。私さ爪この長い爪のネイルをしたことがなくって、結構みんなしてるんだけど、私はこのショートネイルのが結構好き。なんか何が好きなんだろうな。子供っぽいっちゃ子供っぽいけど、なんか雑に塗ってる感じが好きで、ナチュラルな素朴な感じが好きで、もうさらっと塗った、なんかもうバッて塗ったみたいな感じ。なんかロックバンドの女の子みたいなこのグランジな感じがすごい好きで、私は結構雑に一色のネイルをするのが好き。でもこの綺麗な OL みたいなすごい女性的な美しいネイルもいつかしてみたいと思う。でもなんか緊張する。とりあえずネイリストも美容師さんもなんか同い年くらいの20代の女性とかに髪切ってもらうとすごい緊張する。だから私がいつも行ってる美容院は本当に30代中盤とかの本当に温かいお母さんではないけどお母さん的な雰囲気の本当になんかアットホームな美容室によく行くっていうか行ってる。
アットホームの美容室に行くんだけど緊張しちゃう。なんか男の人のに髪切られるのも結構緊張する、みんなすごすぎると思って。最近のハマってる曲と YouTube を紹介して終わるね。じゃあ私ブラックピンクでロゼちゃんが一番好きなんだけど、ロゼちゃんが新しくアルバムを出すらしくって、とっても楽しみ。彼女の歌声が本当に素晴らしすぎて、なんかアコースティックでホージーの曲をカバーしてる YouTube があるんだけど、もう大好きすぎて何度も聴いてるし、福岡公演かな、それのビデオも YouTube に載ってるんだけど、あれもマジで大好き。私はホリー・ハンバーストーンっていうイギリスの出身の女の子の歌手が大好きなんですけど、ギターとかアコースティックとかそういう系が好きなんだけど、彼女の曲大好き、本当に大好きです、マジで。ビデオ終わりにするね。なんか曲流れてた。バイバイ。健康に気をつけてご飯食べてね。私はこの本を読みますので、みんなもおすすめの本あったら教えてね。